どうも宮迫です。芸能人お店探訪ということでね、ちょっと渡辺篤さんにね建物探訪のような感じでね、今ちょっとやっぱりねコロナ禍でもちろん芸能人さんもね飲食やってたりとかして大変だと、もう僕もやってますけども本当大変なんですよ。食を応援するということを宣言しましたので、芸能人のお店もね、紹介していきたいなと思いまして。今日場所は、三軒茶屋でございます。いい場所ですね。今日ご紹介するのはこちら大山さん。さあ果たして誰のお店なんでしょうか。参りましょう。いらっしゃいませ。久しぶり。いや、めっちゃ久しぶりです。本当に宮迫さん。はい、春菜さんです。どうも春菜です。ありがとうございます。このお店のオーナーさんということでよろしいですか。はい。結構昔からやってますもんね。もうね、私実はエアヤヤでテレビでたくさん呼んでもらう前からもう20年ぐらい三茶で。あ、そうなんですよ。さっきにこっち。あややの前にやってたんだ。そうなんですよ。初めちっちゃなバーから始まって、でそこでいつもお店出てたら声出なくなって慢性のポリープで、ほんでエアヤヤができたお店なんですよ。ポリープで声が出なかったからあややが生まれたんだ。生まれた店からでお好み焼き屋さんちっちゃいのやった後に、でここのお店また借りてやったり。やっぱもうコロナ禍大変でしょ。めっちゃ大変です、本当に。ね、びっくりしますよね。お酒自体がね、ダメになりましたから。時短だし、本当にバーとか大変だと思うんですけど、うちはもうたこ焼き屋に帰って、そう最初ライバル店。そう、もう宮迫さんの。宮迫さんも大変ですよ、宮迫さんも。売り上げがね、毎日来るんですけど、わかるー。もうこれどういうこと、お客さんどころか店員も来てないんちゃうみたいな売り上げの時あるんですよ。いや、ほんまに。今日はでもね、美味しいとは伺っておりますので、ちょっといろいろ食べさせてもらって。関西やから関西の人がお好み焼き屋さんじゃないですか、うち。ちょっとね、本当に怖いんですよ。そんななんかやめて、審査員みたいな。もうとんでもなく美味しいと聞いています。やめてよ。もうちゃんとね。でも自信はあるんで、もう今しっかり焼いてもらってるんで。ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあちょっとお話ししながらお願いします。どうぞ。はい。あ、2階もあるんだ。そう、2階もあって。すごい。お願いします。宮迫です。ちょっと2階めちゃめちゃ雰囲気じゃないですか。落ち着くわ。なんかどう言ったの、ちょっと実家感があるというか。いい意味で。なんかそういい意味ですごい落ち着く。っていうか、三茶めっちゃ来てるのに、うちの店初めてじゃないですか、ちょっと。三茶はね、ちょくちょく来てましたね。だってもうお話もいろんなね、知り合いの店とかもあれやけど、そう宮迫さんは全然来てくれへんな。ほんまに。ほんまですよ。違う、ほら関西人やんか。関西人が夜ご飯にお好み焼きってあんまなれへん、ね。なんでよ。普通絶対1週間に3回はお好み焼きでしょ。捨ててるんでしょ。大阪捨てたでしょ。捨ててないわ、全然。めちゃめちゃ愛してるわ。私も関西やからこの辺のお好みとか探したけど、なんかなにわのこの慣れ親しんだ味をしたくてオープンしたんですよ。だからいつ来てくれるかな思ってましたから、今日はね、めちゃめちゃもうようやく。ようやくですよ。飲み物どうします？もう今はもうね、解禁になりましたから、ちょっとハイボールをちょっと。ハイボールいきましょうか。じゃあハイボール私も2つください。ちょっとね。ちゃんと従業員とうまいこと言ってますから。いけてる。なんかパワハラみたいな。なってないからやめて。なってない。もうでも無視じゃなくて聞いてるよね。聞いてます。大丈夫。パワハライエーイって目ついたりとかしてんじゃん。イエーイの時は。してないから。いやでもめっちゃホリデーとかやってる、やめてください、あんな愉快な曲。来た。ね、本当に初めて見た時ほんまヘッと笑ったな。いや嬉しいです。いやあれは素晴らしい芸。2007年とかですか。素晴らしい芸。私でもあれから本当に宮迫さんの番組とかたくさんね呼んでいただいて、なんかじっくりお話ししたことないなと思って今日。そういやそうか。そうやね。じゃあお疲れ様です。どうもお疲れ様です。嬉しいな。あ、うまい。美味しい。
いいな、やっぱりこの時間に飲むこのお酒の背徳感がたまらなくて昼飲みをするのが趣味やったわけですよ。もうそれが気持ちいいけどね。一番のなんかストレス発散やったのが、できない、あ、すいません、ありがとうございます。できる、震えてはったけど大丈夫？いや、怖い。震えてはったけど。緊張してるだけ。でもね、後藤さんは一番古く1店舗目からずっといてくれて。そうなんだ。本当そうなんだ。大丈夫です。一番パワハラ食らってると思う。ないからやめて。どういうキャラそれ。なんか宮迫さんとかとお酒飲みに行きたかったなと思った。芸能界でお仕事してる時に。ないよね。ないです。ないや、ないじゃないか。そう。あんまり行ってないでしょ。吉本の人とは行くけど行ってましたよ。基本的に収録終わりで後輩とがほぼ。ドラマでご一緒した人とかはたんまに会ったりとかするけど。基本俳優さんもね。基本も後輩ばっかり。いやー嬉しいわ。本当に嬉しい。宮迫さんいない時の本原さんの番組を出してもらって、ありがとう。もうお世話になりました。でもないですよ。でもこうやって来てくれて、お店をやってる人しかわからないじゃないですか。いろんなこと。芸能人がやるってまた特別で。そうやね。ほんまに。そこでものすごい失敗をしてしまって。なんで？最初のその五反田のね宮田湖居酒屋宮田湖を出す時に芸能人の店やから。変になんかその名前料みたいな感じで高かったりとかしたらあかんよなっていう話をしてて、もうじゃあこの辺で一番安くしようぜと。安くしすぎて客単が低くなりすぎて全然儲からない。そうなんですよ。そうだからね、お値段じゃないの。結局お値段じゃないですよね。家賃とか人件費、光熱費、すごい大変。なんか最初に店出す時ってなんかもう趣味程度、そんな真剣に店で儲けてっていう考えではなかったから、今やってる店長をちょっと仕事にあぶれたから、じゃあ宮田コテ出したるからやれやっていうのでやってるから、でもやり始めたらいろんなことが大変やんか。そんなね趣味程度じゃね、やっぱりあかんくて、それだから20年前からやってるわけでしょ。20年前やったら43ぐらい。ちょっとやめて、宮迫さんやめてよ、年下。本当にやめてよ。それ前からそれ言うてんねんけど、絶対年上でしょ。年上じゃちょっと待って、何年生まれですか？僕は1970年です。そうですよ、もう2つお兄さんですから。52？ 51、もう52の年やけどね、早生まれが。だからほんまやから。いや、もう俺若手の時にもうなんか踊ってた気するもんね。でもね、私ね、梅田花月、昔の梅田花月にポケットミュージカルして出してもらってたんですよ。いや、おかしい、だからそこがおかしい。デビュー当時に梅田花月は一回閉鎖されてるわけやから。9でしょ？ 9 です。一番最初でしょ？船底の楽屋で私はその時にシルクさんとかも船底だったんで、シルクさんが空気悪いやろって言ってくれて、そう着替える時。だからシルク姉さんと多分同じぐらいって思う。違います。おかしい。大先輩やから。時系列がおかしい。僕が NSC の養成所の時に梅田花月に出て、それが梅田花月最後みたいな時やったはずや。そう違うの。私はその時に大西賢治でレコード出して歌手になりたくて。そうでしょ。だからその時に15歳。そう15歳ってことか。15歳。だから俺が18ぐらいやったから、そういうこと。そうでしょ。ほんで私、もうデトチリしてね、遅刻しちゃったんですよ、1日。怖くて、ほんで、うわー、もう私のちょうどはやぶささん、はやぶさじゅんさん、はやぶさじゅんさんのとこで大西賢治さん歌ですってとこに私がいなくて、もう私支配人とか謝りに行っても来られて。そうもうそういう思い出ですけどね。でも私は年は2つ下ですから。一応そうしときますけど、一応ね。来ました。お好み焼き。こっちがなにわ焼きです。こっちはね、山芋が大和芋で、だからふんわりとしたお好み焼きで、そうですね、やっぱり粉も全部ソースも関西の松原から自分下町から。松原。はい。松原です。本当に？出身松原です。泉あったとこ？そうです。あれ？私は川渡ってすぐの八尾南なんで。そうなんですか。そう。すごい。こっちはね、長芋が
はい、こっちはとろっとしたどろろ焼きって言って、とろっとした方のお好み焼きで美味しいんですよ。うわ、いっぱい出てくる。すごいうわ、そううまそこれは山芋明太ってうわ山芋うまそう鉄板焼きで、美味しそううわすごいの来たこっちはやみつきホルモンです。うわ、うまそうちょっと、大好きなもんいっぱい出てくるな。ほんとちょっとこのジュージュー言ってるんで、このホルモンからすブリブリやんか。ジュージューのうね。わそこれ、もうやばもうこれわかるわ。これも食う前からわかるやつ、わかるやつ？油のブリブリのとこがそうペラペラペラなあるやんよ。うん。これ絶対久しぶり食うわ、こういうの。嬉しい。いいですか、いただきます。どうぞ。美味しい？うん美味しい。この甘辛い味付けがもうたまらんな。いやもう下町のね、鉄板焼き屋のイメージで。うまい。あ、うまい。ほんま？ほんまにうまい。いや嬉しい。これは長くできるね。そうですね。私だから私は逆にね、春菜愛とかの名前つけなかったんですよ。なんか私の考え的には、なんかこうタレント人気イコールお店の人気ってこうあるんじゃないかなと思ったから、なんかこうもう別にしといて、で実はあんま繋がれへんよね。繋がんなかったね。そうだね。そう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 。名前占いでね、ネットで社名占いっていう無料のやつがあって、でそこにこう入れたら、こういろいろ出てくるんです。こう末広、この会社が繁栄するとかいう、でこれはダメとかいうの何回もいろいろ入れて、大山っていうのは、元からの名前やんね。それを決めたんです私が。社名占い入れて、そう。元からの名前じゃない。違う、大西。どういうことどういうこと元から名前どういうことっていうボケと僕大山さんと付き合ってたんですよね。ちょっともうすごい恥ずかしいわ。今の分かりにくいですよね。いや、分かりやすいやろ。分かりにくいねんもう。最近テレビ出てへんから腕落ちたんちゃう。もうほんとそっちもそうちゃうほんとに。確かにそうやわ。カリカリチーズ。これチーズ。チーズ。そう、これはちょっとね、かき醤油をね、つけてね。かき醤油。い絶対美味しい。ただきます。これで終わり。あ、うまっ。あ、かき醤油いいね。いいでしょ、ちょっとね、味が。ちょっと想像できない。めっちゃうまい。ハイボールください。あ、めっちゃうまいよこれ。嬉しい。これでも一番簡単やから、家でもフライパンあったら、このとろけるチーズみたいなのをバンってやったら。チーザのしっとりしたやつに、そう、かき醤油が合うのね、チーズに。合うんですよ、ちょっと。美味しい。深みが出るというか。めっちゃうまい。あ、メインのお好み焼きを入ってね。うわー、これが緊張するわ。ドロロ焼き。うわ、好きやー。ほんま？嬉しい。基本的に山芋大好きやから。あー、嬉しい。トロトロの。あ、うまいうまいうまい。とろっとして、中にはこれは春のスペシャルっていうキムチとか餅とか。餅入ってるね。そう。いろいろ入ってて。嬉しい。はい。めっちゃうまいよ。ほんまや。いっぱい乾杯。本当ですよね、一杯にしようとしてるんですよ。そうだ。事前に打ち合わせしたんですけどね。チャンネルのガイドラインでも一杯までにしようと思ったんですけど、春菜さんのご好意なんで。はい。いや、そうやし、今ほら、ようやくあってます。ようやくね、お酒が飲めるようになったんやかまら、あね、そう嬉しい。いう意味で、食を助けるお酒も飲みながらこういう美味しいものを食べてっていうことを伝えたいねんから飲んだ方がええやろ。ダメです。なんでなるほど。変わるんですか、お酒飲んだらなんか変わる？全然変わらない。いやいや、変わりますよ。何？視聴者も気づいてますよ。そうなんや。明るくなるぐらいやろ。全部めっちゃうまい。嬉しい。ありがとうございます。やっぱ長くできるってやっぱそういうことやわ。いやー、でも本当なんかそのお店も大山で大いに笑う
三軒茶屋でっていうネーミングの意味をつけたけど、やっぱり社名占い入れて、ほんでなんかね、ダウンタウンとか、うんって閉まるのがいいとか、そう、なんかあったでしょ？うっちゃんなんちゃんとかね。そう。ナインティーンなんかあった。だからね、第3、うんで、うんつけて、ほんで、あとね、名前をね、半分に割れたらいいとか言って、それもあったでしょ？あった。だからそれで、第2、3にして、そう決めたんですよ。初めて言うけど、なんかそう。すごい。なんかでもいろんなことお店もう失敗したくないので、お店やるときね、すっごい考える。こういうお客さんに来てほしいなとか、こういうお店になりたいなって想像しても、結局お客さんはこっちは選べなくて、お客さんがお店作ってくれることがすごいあって。そうやね。だからたまにすごく流行ってる焼肉屋さん、ものすごい偏僻なところにあったりするやんか。ある、そう。でこの場所は絶対難しいんちゃう、このね人たち年齢の家族層、例えば、そういう家族の層って難しいんちゃうと思ってもしっかり入ってるとこ入ってるから、あれってねお客さんがお店決めるんだなっていうことを多々学びますよね。すごい素敵な言葉ですね。本当に。これも参考にしながら、ただ美味しいわ。嬉しいな、ありがとう。めっちゃちょっとスケールペース早いよね。早いよね。大丈夫ですか？本当。嬉しいです。でも早くない？これ？いやほら。ここだけやから今日は。本当？ね。何も言ってくれへんかった。何も言うて。無視って一番あかんねん。無視しました。あいちゃん自身は店入ってんの？お店に来たりもして、たまに。でもなかなか仕事終わりとかだと遅くなるから、今遅いと来れないから。でもお店来てると、例えばね、仕事うまいこといかんテレビの番組でね、仕事うまいこと言ってないわってあるじゃないですか。あります？私はあるんですけど。ある。ある？全然ある。落ち込んだ時こそお店に来て、お客さんがなんか「あいちゃん」とか、あとなんか普通の悩みを私に言ってくれたりとか、こういう場があってよかったと思って、普通に帰ると全然わかるよ。わかります？もう普通に司会やってて、全員にうまく触れなかったなとか、そういうの考えてたんですか？めちゃめちゃあるよ。だからその満足のいく回なんて基本なかったし。へえ、私ちょっと意外。蛍原さん考えてるけど、宮迫さん考えてくれてたんだ。いや、めっちゃ考えてる。そうなんかね、でもそうやって司会の人もそう思うんですか？思う。しまったなって。まあ誰かすごく跳ねて話が盛り上がったとこを盛り上げすぎて時間配分間違って、あの子にもうちょっと振られへんかったなっていう。多分それの振られんかったら、私給料泥棒やったな今日って思ってへこんで帰るタイプじゃん。なるほどね。じゃあ私は何もねプラスになることしてなかったなと思ったら、店来たらなんかちょっとラッキー。だから店あってよかったなっていうのは、店ない芸能人の人どうやってモチベーションしてんだろうとか。いやだからそうなんだ。たまになんか落ち込んでそのまま家帰ってあれやから言って宮田湖行ってカウンターでこうバッと飲んでたりする時にお客さんがやっぱお客さん声かけてくれたりとかすると、やっぱ元気出るよね。元気出るんですよ。そう本当になんかみんな一緒やと思えるんですよ。なんかほんまは奥に入って座っとけええのに、わざわざ通路側で人から見えるとこで飲むっていう。あ、今日いるんやみたいな。いるよ俺ここにみたいな。やりそう。なんか声かけてねえの際に癒してと思いながら。私ね一回ね、これは番組言えないですけど、ずっと旅するんですよ。日本のずっと行ってるんですよ。芸人さんの助っ人で私1回だけ入ったんですよ。呼ばれて。で私の的には、その子の助っ人やけどもちょっと普通にやるよりは、書きました、あいつ全然何の戦力もならんかったってなってほしかったんですよ。それで私これ食べたい、胃袋とかがもうちょっと食べたいとか言って、うるさいねっていうなんかほんだらそれおもろいねみたいになったから、ディレクターさんもそれ面白い、それでじゃあ行ってくださいみたいな感じやったんですよ。で結構ずっとそうやって行って、
最後ゴールはでもみんなで本当にありがとうみたいな感じで私ちゃんとお役に立てたかなみたいな、でスタジオで見たら、もうそんな空気じゃやっぱわがまま全開やなみたいな空気になって、でその苦情がすごいもうじゃんじゃかあいつはなんやと、春菜なんやみたいな。で私はそんな空気でも見た人は芸人さんとかからめっちゃおもろかったよあれって言ってくれたからよかったけど、それをやっぱり今はこのそういうメッセージをテレビ局はダイレクトに取るからもう呼ばれなくなってそれ1回で。で呼ばれなくなった時に、そこにいた女子アナの方がメイク室で「愛さんすっごいもうほんとびっくりしたんですけどあんなわがまま全開で、あれマジですか?」って言われたんですよ、メイク室で。でも私はその人が今後 V 見る時に違うって言ったら、そういう目で見たら嫌やなと思って、マジやでって言った方が仕事的にナチュラルに楽しんでもらえると思ってマジやでって言ったんですよ。ほんだら「うわ引く」って言われたんですよその女子アナの人に。でもなんか難しい、なんか変わってるなと思って、なんか私は大阪のテレビでそうだったし、まあね、なんかそうやっぱ時間帯もあると思うけど、それもすごいへこんだ一つやったんです。初めて今日宮迫さんになんかこう言えたんですけど、びっくりする時あるもんね。ハイボールお持ちしました。ハイボール。ハイボールです。いやこれ頼んでないです。ハイボールですね。第3オリジナルのハイボールってこといやこんな色しないですよ。失礼します。すいません、ハイボールください。そう聞きたかったよね。パラリンピックの開会式。ほんまに聞きなかった？いやほんまに聞いた。いや正直俺はちょっと見てないですよね。見られへんかったんけど、まあ言うよね。いやスタッフから聞いて。本当ですか？踊ってた。はい。すごいですね。すごい変なタイミングでしっかり咀嚼してからじゃないですね。だってあれ言われへんことがいっぱいあるんでしょ。そうなんですよ。オリンピックの方の開会式、ナダルさんとか、そうあの時に衣装をね、スカパラさんの衣装をずっとやってるやつが俺の中学の同級生なの。もう親友でもう今でもずっとつながりはあって、この動画にも何度か登場してんねんけど、見たごっつやつ、はい動画で。そうあいつスカパラさんの衣装ずっとやってる。だからあの時の衣装もあいつ担当やったけど言われへん。ギリまでね。ギリまで絶対に言ったらあかん。そうオープニング始まる前も今から見といてなんか起こるよもうダメなんで。見合わせもダメなんですね。見合わせもダメなんで、だから出してもらったじゃないですか。それで間にいろんな国の方の選手入場があるんですよ。で1時間ぐらい1時間ちょっと間空くんですけど、楽屋戻って私最初から最後まで出てるんですけど、そこだけは楽屋に戻れるんですけど、すっごいLINEがうわびっくりしたとか、みんなからいっぱいありました。びっくり。でも私もともとオーディションでオーディションあったんですよ。そんなオーディション開催されてんの？もともと聖火ランナーとかしたいなと思っていろいろオーディション送ったんですよ。それオーディションじゃないわ募集企業の大きな企業あるじゃないですか。私ずっと2009年の世界大会から世界に発信したものだったんで、で応募したら一次審査受かって二次審査来てくださいっていうので行って、で何か自分の今回の大会に対する思いを言った後に何かやってくださいっていうのがあったんですけど、私何も用意してないしどうしようと思って、私ちっちゃい時演歌ずっと習ってたんですよ。で北島さんの北の両馬をアカペラで歌ったんですよ。ほんだらなんか演歌イコール日本やしと思って、なんか手拍子いただいて、でもそれが理由かわかんないけど受かりましたし、そこであやややってたら絶対落ちたんだよ。最後乳首こうすってイエーイ言ってんやから絶対落ちたんだよ。落ちる。それまでも世界のハリウッドのネットとかでオーディションとか調べて送ったりとか。そんなんやってんねん。やってますね。宮迫さんの番組で国歌斉唱させてもらったメジャーリーグで。キャリーちゃんとか。なんだこれミステリー。そうで、サンフランシスコどこでしたっけ？ジャイアンツ。そこでボイトレも行って、
君が代を歌ったんですよ。なんかそれも、うん君が代を歌うアーティストを探してるみたいなんで、うん何人か候補いらっしゃったみたいですけど、うん私もぜひもう世界のステージでやりたいですって思い言ってすげえすごいね。でその後にもっと毎月1週間事務所に休みもらって毎月ニューヨークにずっとレッスン行ったんですよ。それも仕事しながらなんですけど、すごいな。なんか行きたくて、えハリウッドとかそうあんまり興味ないんですか？なんかいや興味はめちゃめちゃあるけど、もそういうのうそんな勇気がない。なんで？いや怖いもいや何が怖いんですか？ん。何一つ英語喋られへんし。でもいろんな役あると思うから、まずはうん出たいという意思と、私もそうなんですけど頑張って英語もそんなベラベラじゃないんですけど、うんでもそういろんな役あると思ってとにかく行ったら単身で行くのそれは。単身でえ一人で。えでもねそれ行った時にね、うんまたそれ出会うんですよね。いろんな人に出会うんですけど、向こうで航空会社やってる人にまた出会って、だからその方がコメディクラブっていうライブハウスを抑えてくれてニューヨークでワンマンにしたんです私。すげ一人えでそういうのもやっぱり行ってたらいろんなお客さん、ほんでお客さんも500人ぐらい世界からいろいろ来てくれて、当時はねまだコロナ前だったのに。で向こうでロケやったんですよ、日本のロケをニューヨークで。でその時に打ち上げで行った焼肉屋さんのオーナーさんと出会う機会があって、全米で20人のイケメンシェフだったんですよ。で私もニューヨーク行けるしと思って連絡取ったんですよ。焼肉たかしってお店なんですけど、だから連絡を取る前に、愛ちゃんにサービスできて、あれオーナーいないのになんでですかって言ったら監視カメラから見てるって言うんですよ。でってなんか変わったオーナーと思って、で連絡したら、あんた会いたかったなってお姉だったんですよ。たかしってほんだら、あんた今度時間作りなさいって言って、今度来週じゃあ来月来る時作りなさい、ご飯連れて行くわって言って、行ったら坂本龍一さん夫婦とお友達だって言って、そこでご飯食べたり、でたかしが今度あんた誕生日でしょって言ってくれて、で誕生日何したいって言うから、私いつもミュージカルいつも何本か見てるので見たいって言って、ちょうどジェニファー・ハドソン、ドリームガールズってビヨンセとジェニファー・ハドソンがカラーパープルって来てたんで、ジェニファーのやつ見たいって言ったら、取れないチケットなのに一番前のど真ん中取ってくれて、なんでって聞いたら、あんた私昔演出家と付き合ってたのよとか言って、でこの後楽屋でジェニファー会うからねとか言ってジェニファーに会って、すごいな。もうなんかね行ったらなんかなるんですよやっぱり。そのうちもハリウッドで高橋健二でコンビでまだやるんですよ。いやほんまにそんな繋いでくれたんですよ。だからまずは何でも行くことだと思って、怖がるより。そうだからちょっとそれもねチャレンジ今いろいろ逆にできるんじゃないですか、立場的に。でも一人やったらできるんかな。一人やからできることもいっぱいあるから。そうだからもしその身軽でも家族がいなかったら。でも、私も毎月1週間お店もあるし、今はちょっと帰ってきてからねちょっと日本に隔離とかあるけど、まあね、だからもうその海外にまた気軽に行けるようになったら、もちろん YouTube っていうのはもう一応世界に流れてるから、そういうもう海外に行って何かみたいなことはしたいなとはやっぱ思ってます。そうですよね。まあお店も私は気になってる部分だから自分の経営なので、このお店は改めてちょっと PR といいますか。ありがとうございます、っていうか本当にまあどこの飲食店も本当に今大変だと思うんですけどね、これだけは守らないでオープンしてるとこって守らないでいいわやってばいじゃないんですよ、もう本当に家族とかみんないて守れないからやってるわけであって、そこが私たち別に敵とか味方とか関係なくて同じ街を盛り上げようと思ってた飲食店同士なので、あそこ悪いここいいとかじゃないんで、やってるお店やったらやっぱり行ってほしいし、ちゃんと対策取ってね行っていただきたいし、対策取れてるお店はちゃんと皆さんそれぞれ気をつけていただいて、来てもらいたいし、ぜひもうね、お世辞抜きに全部美味しかったです。ありがとうございます本当に。でもし来られたお客さんお会計の時に乳首をこうやってくれたらワンドリンクタダになるとか言うよね、言うよ。誰が私おらん時に従業員にこれパワハ
ね、でも違うの、ここの実は何大家さんがうんこうコロナ禍になってからうん息子さんをこっちに呼び戻して、うんここの賃貸だったんですけども、はい契約がちょっともうこれで今年でうん打ち切ってくれないかっていう打診があって、ほう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 一旦ここはもう今年いっぱいか、えーちょっと無理か、そう、そうなんですか。実は八幡山に店舗借りたんですよ。あ今八幡山から駅からすぐにはいはい同じ名前で大山で、はいオープンするんですよ。はいあと三軒茶屋は四男酒場っていう沖縄料理と、はいはいあとタコハルっていう、はいはいたこ焼き屋さんもあるので、ぜひぜひぜひあと私の YouTube、はいもう全然もう1年以上やってるんですけど、宮迫さん本当にこれは頑張りましょう本当お願いします。ね、お願いしますほんまにお願いします。もう、はいお願いします。皆さんもう概要欄に貼っときますあので嬉しいお店の情報とかもね、はい全部貼ってます。助かります。はい皆さんよろしくお願いします。この後僕またそっちの方に出ますので、あ、はい、ありがとうございます。お願いします。というわけで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。姉ちゃん姉ちゃんハワリでーす。あ